Konnichiwa, Daniel des. Hoje no Ongaku-jin teremos Minako Yagi, uma compositora japonesa de música brasileira. Com alguns músicos convidados, vamos interpretar a Saboraki, uma das composições de Minako. Para mais informações, links na descrição. E com vocês, Minako Yagi, Tanoshin Kudasai. Konnichiwa, olá, tudo bem? Eu me chamo Minako. Konnichiwa, Yagi Minako です。作曲家、編曲家です。私は小さい頃から音楽には親しんでいましたというのも、私の父親がやっぱり、作曲家、ピアニストでした。で、うちには時々帰ってきて音楽を聴かせてくれました。で、彼が作った曲とか、あとは気に入った曲があるとこうやってヘッドホンをこうやってかぶせられて、これを聴けって言って、聴いていました。でもなんかピアノとかも習っていたんだけれども、あまりいい体験がなくて、ピアノの先生がここが全部青いお化粧をしている怖い先生で、子供の時にね、私がピアノのレッスンの時間にいないって言ったら、門のところでお顔が怖いって泣いていたような感じで、ピアノは全然練習しませんでした。で、音楽を真剣にやるきっかけっていうのは、その父親が、死んじゃったんですね。で、その時に父親が自分の骨をマンハッタンハドソン川に撒いてくれっていう希望をしていて、で骨を持ってでニューヨークに行って骨撒いて、ここ気持ちいいな、住んじゃおうかなと思って住んで、で英語学校でビザを取ったんだけれども、英語学校ってつまんないんで音楽学校に入り直して、そこで、音楽をちゃんとジャズを勉強していました。でも、ブラジル音楽をその時は、初めはジャズだけだったんですけれども、ブラジル音楽にズズズズズってハマっていきました。ブラジル音楽との出会いはそれのちょっと前なんですけれども、人生っていろんな辛いことがあるじゃないですか。で、その時に、たまたま聴いた、レコードがありました。そこに、一曲で人生を救われて、その曲がなんとイヴァン・リンスという人の曲でした。で、その時はポルトガル語とか全然知らなかったんですけれども、真剣にブラジル音楽をやろうと思って、その曲のタイトルを調べたら、コラージュ・ムリエフ、女性よ勇気を持ってみたいな曲で、もう音楽ってブラジル音楽って言葉じゃないよねってすごく思って、ずりずりとイヴァン・リンスにもハマっていきました。で、ニューヨークでジャズの学校に通っていたんだけれども、ジャズには飽き足らずっていうのよくわかんないや、ブラジル音楽をもうちょっとディグしたいなと思って、他の学校に行ってブラジリアンアンサンブルを取ったり、ニューヨークで、セジーニョ・テシェーラっていうピアニストと、出会って、で彼が本当ブラジル音楽のドアを開けてくれました。で、その頃ジンクバーっていうバーがあって、そこで土日ブラジリアンナイトをやっていました。で、私はビジョネスっていう、ジャズクラブでウェイトレスのバイトをしながら、生活してたんだけれども、そのジンクバーに土日の夜は行って、で土日のお昼はダコーフィーショップっていうお店で、これは無料で、その当時ホメロールバンボとかが無料で弾いてたので、そんなのを聞いて、ニューヨーク生活をしていました。で、日本から、日本に帰ることに決めて、で日本に帰ってきて、で何をしようかなって、やっぱりブラジル音楽を、メインにいろいろ活動していたんですが、そこでパウロ・セザール・ゴメスという、人と出会いました。素晴らしいピアニストで、もうピアノがパーカッションでもあり、ハーモニーも素晴らしいし、そのグルーヴ感とかもめちゃくちゃ素敵で、なんか気もあったので、パウリーニョとも
妹とお兄ちゃんみたいに、そうブラジルのお兄ちゃん日本の妹って言って、そうよく遊びに行ったりもしたし、演奏も一緒にしていました。でそこで、今回のプロジェクトの、ダニエルのお父さんアゼトーナとも会いました。アゼトーナはお家が近かったので、浜見山団地の浜見平団地かのお家になんかお肉を食べに行ったり、そう遊びました。はい。でパオリーニョはそういろんなことを手伝ってくれたんだけども、ちょうど15年ぐらい前に私が制作のお仕事をしていて、それでビッグバンドのワルツを書いたんですね。でその時にパオリーニョにピアノを弾いてもらって、であれこれはジャズだけど、こういうハーモニーのリッチなね、いろんなホーンが入るようなのを、ブラジル音楽をビッグバンドでやったら楽しいんじゃないっていう話になって、バンダマンダカリーニョというのを立ち上げました。で最初はパオリーニョもそれ参加してくれてたんですが、2012年に亡くなって、でもパオリーニョの意思もあり、そう亡くなる前にこの素敵なバンドをずっと続けてねって病室でも言ってくれたんで、それを続けて10年になりました。素敵な16人の、素晴らしいミュージシャン、日本人、カナダ人、アメリカ人、ブラジル人、キューバ人、みんな素敵なミュージシャンと一緒にバンダマンダカリーノのをやっています。2020年には2枚目のアルバムを出しました。そして私のアイドル、私のヒーローイヴァン・リンスに1曲歌ってもらって、素敵なアルバムができました。今コロナ禍でなかなかライブとかできないんですけれども、ライブができるようになりましたら、また皆様いらしてください。